皆さんこんにちは、大畑です。今回は複数の店舗を管理する方向けの店舗の収支レポートを進めるためのダッシュボードを作っていきます。店舗の数が多いと、毎週のレビューって本当に大変ですよね。どの店舗の売り上げは伸びているのか、または落ちているのか、そしてどの店舗をフォローすべきかなどを、これを数表を見ながら探していくのはすごく大変な作業かなと思っております。そこで今回は収支レビューに特化したダッシュボードを設計して実装、そして使い方までを全部まとめてご紹介していきます。まずダッシュボードを作る際には読み手や利用シーン、そしてビジネスクエスチョンを整理するところから始めます。でまず今回の読み手は誰なのかを考えていきます。複数の店舗を管理する役割を担うエリアマネージャーだったりスーパーバイザーと呼ばれる人とかですね。そしてサブの読み手としては店長を想定します。利用シーンは名前の通り収支レビューの時に使うことを想定します。例えば毎週月曜の朝に、先週どうだったかみたいな形でエリアマネージャーが各店舗の、状況を確認するために使います。で、ビジネスクエスチョンですね。これは読み手が知りたいことは何なのかを定義していきます。今週の売上は全体として良かったのか悪かったのか、またどの店舗の売上が大きく変動したのか、他にはどこの店舗をフォローすべきかなど、そして優先順位をつけて店舗をフォローしていけばいいのかとか、そのフォローすべき店舗の特徴はどんな感じなのかっていう形ですね。で、次はこのビジネスクエスチョンに対してダッシュボードが返す答えを整理していきます。例えば今週良かったのか悪かったのかっていうものは売上の指標として今週の状態を返すとか、どの店舗の売上が変動したかっていうのは先週対比だったり前年対比でパーセントを返していくとか、どのような優先付けをして店舗をフォローしていけばいいのかっていうのは売上の変化をランキングで返してあげるとかで、フォローすべき店舗の特徴は何なのかっていうビジネスクエスチョンには、例えば商品カテゴリーや商品のブランド別、そして曜日別の売上の数値を特徴として返すとかで、ビジネスクエスチョンを定義してダッシュボードがそれに返す答えを定義して、で最後に打ち手も考えておきたいですね。ダッシュボードが返す答えを受け取った後、読み手はどういう打ち手を考えていくかっていうところですね。例えば売上が落ちてる店舗がダッシュボード上見えてきたら、その原因を特定してエリアマネージャーやスーパーバイザーがその店舗をフォローしていくとか、ここまで整理して、読み手、そしてビジネスクエスチョンでダッシュボードが返す答え、そして打ち手ですね。ここが違和感なくちゃんとロジックがつながっていることが大事となります。ではこの設計を整えたので、次はレイアウトを考えていきましょう。では次はダッシュボードが各ビジネスクエスチョンに対する答えをどのような配置、レイアウトで返すかを考えていきます。基本的に読み手の目線の流れを想定して F 字型でグラフを配置していきます。で今回のページはレイアウトとしては3段構成にしていきますね。まず上段の方は KPI カードということでビッグナンバーが並びます。全体の概要をつかめるような数字の情報を配置していきます。で、真ん中に関しては売上の変動をですね、見るための店舗別ランキングのようなビジュアルを配置します。で、右下に関してはもう少し細かく店舗個別のですね、特徴を表すようなビジュアル。例えば曜日別の売上の棒グラフとか、そういうものを並べていきます。ざっくりレイアウトをですね、決めたら、実際に実装に移ります。はい。では次はですね、今回使うデータを軽く紹介していきます。で今回使うデータは小売店の売上データのサンプルになります。まずはファクトセールスということで売上データがありますね。デートキーがあったり、マスターキーがあったり、プロダクトキーがあったりという形で、だいぶデータとしてはですね、綺麗に整っている形ですね。あと今回主にメジャーで使うのはセールスアマウントですね。売上金額の方を使っていきます。このパワークエリでやってる作業としてはそんなに多くなくてですね、ディメンションテーブル、日付のディメンションテーブルになりますね。で、こちらデートキーの他にですね、フルラベル、フルの日付のラベルがあったり、年とかカレンダーイヤーとかカレンダーマンスとか月の方ですね。あと今回よくですね、メジャーの中に登場してくる週の数ですね、週数連番で振られているんですけども、カレンダーウィークの連番を使います。YY の後にここには2つがだからダブルですかね、ウィークの連番となっています。年の中で01から52もしくは53までの1年間のですね、週の連番になっております。で、加工したとしたらですね、週の曜日のグラフのために月曜から日曜日までの曜日のですね、ラベルはあるものの、この
曜日に対してですね、並び順を制御するためのインデックスをつけてるくらいですかね。月曜日が1番になるようにとかですね。で、これはカスタム列をつけただけでして、何やったかっていうと、見切れてるな。まあいいや。あとはプロダクトとストアがあるんですけれども、ストアはストアキーでファクトセールスとリレーションするためのサロゲートキーがあります。ほぼ加工はしてですね、不要な列を削ったぐらいですかね。ディムストア、ディムプロダクトも、ほぼ加工してないですね。不要な列を消したぐらいですかね。というようなデータを取り込んで、モデルを作っていきます。閉じて敵を選んでですね。整ったテーブルなので、自動的にこの各キーがですね、サロゲートキーが代理キーという形で、数字の連番でですね、ユニークなキーで紐付いていますね。こんな形で。ファクトデーのデートキーが表示になってないな。で、主に使うのは、この4つですね。ファクトセールス、ディムストア、そしてディムプロダクト。で、そして最後に日付テーブルのディムデーですね。さあ、それではですね、レポートをデザインする画面に戻りまして、実際に Power BI のレポートを作っていきます。まず一番上の方にですね、レポートのタイトルとヘッダーバーを追加していきます。今回のレポートのタイトルは店舗習字レポートとしました。で、次にですね、あらかじめこのレポートのレイアウトを設計しましたので、そのレイアウトに沿っていろんなビジュアルを配置していきます。で、通常はビジュアルを追加したら、そのビジュアルに配置するデータを選ぶことで、自動的に集計されます。合計値とかですね。で、ただ今回、このビジュアルに表示させたい数値は、この自動集計の機能では、計算できない値が含まれていますので、そのためにはメジャーというものを追加していきます。なので、ビジュアルの追加とメジャーの追加を同時にやっていきます。まずは一番上のですね、上段のレイヤーは KPI カードがです、こう横に何枚も並ぶ形になります。まず一番左上は、売上の状態を示すカードを配置していきます。まずはメジャーを作っていきます。はい。では、売上をですね、表示するカードが作成できました。で、簡単にですね、作ったメジャーとかを紹介していきます。で、今回のこのレポートで肝心なのは、習字のレポートなので、基本的に7日間の完全な集計値を算出する必要があるので、1個前の前週の値を最新の週のですね、売上として算出する必要があります。今日が月曜だろうが金曜だろうが必ず1個前の週の合計値を出すためには、一つ前の週の週番号をですね、計算する必要があるので、現在これメジャーとして、レイテストウィークというメジャーを作っています。で、このレイテストウィークは、カレンダーのディメンションテープの中から最大値、だから今週の値からマイナス1した1個前の週の番号を返すメジャーになります。で、このメジャーを使って売上の合計値とかを計算していきます。で、この上の方にですね、大きく表示している数値は、ベースセールスアマウントというメジャーになります。こちらの中でですね、1個先ほど紹介したレイテストウィークのメジャーの値を変数に格納して、で、その週の売上を合計値をです、サムで計算しています。で、下の2つはです、前週との比率とか YOY だから前年対比の比率を計算するメジャーになります。該当するのが、で、こちらは今週といってもレイテストウィークの値と、さらにレイテストウィークからマイナス1した前々週のですね、週番号の売上の合計値を計算します。で、その2つはですね、デバイド関数で割り算して比率を出しています。で、YOY の方は同じようにですね、この週番号の列、カレンダーウィークの列を使ってマイナス100だから100の位がですね、年の値の位置になりますので、マイナス100すると1個前の年の同じ週番号が取得できます。なので、それを使って売上を計算して、さらにデバイド関数で比率を計算しているという形ですね。で、その値のですね、パーセントに上向きとか下向きの三角をですね、表示するようにしています。フォーマットをですね、するための別なメジャーを作っていまして、この中でですね、取得したパーセントの値をスイッチを使ってですね、0より大きいのか少ないのかを分岐させた上で、大きければ上向きの三角、0より少ない、つまりマイナス値になっている場合は下向きの三角を加えた文字列を返すようにしています。あとはパーセントのところもですね、ラウンド関数を使って、下何桁
という形で丸めている形ですね。で、この下のですね、WW と YOY の方には数字の色がついています。で、この数字の色はですね、今、両方ともプラスなんで緑なんですけど、これマイナスになったら動的に赤系の色になります。その仕組みについて説明します。で、これはどうやっているかというと、書式設定の中でいじってますね。下段の方はですね、これ参照ラベルっていうところで値を表示していまして、で、2つのラベルがあります。じゃあ、例えばですね、WW のパーセントのラベルを選んで、で、下の方にある値をクリックしますと、カラーっていう位置があります。で、このカラーをクリックすると、条件付き書式を設定する画面になっています。もうこれ設定済みの画面なんですけども、まずスタイルのですね、書式設定はルールに設定します。で、基準となるフィールドは、で、この WW の場合は、元となる数値がですね、算出するメジャーである WW% を選択します。で、ルールのところ、0より少ない場合が規定のですね、あらかじめ設定されているルールなので、そこは赤にします。で、次に2行目のですね、ルールは追加したんですけども、右向きの括弧をつけて、値は0にします。で、終了の条件は、今度は左向きで、かつイコール以上ですね、の条件で、一番右はですね、これカラーにすると最大値が選べますので、最大にした後、結果はですね、緑系のカラーを選択しています。決定します。マイナスの値になったら赤、そしてプラスになったら緑の条件付き書式の2つのルールに沿って色が表示されます。で、次はですね、このカードの右側に今度はですね、売上回数を表示するカードを追加していきます。メジャーを作った後にビジュアルを配置していきます。はい、会計回数のカードが作成されました。こちらも同様にですね、上に合計値、そして下の方にはですね、参照ラベルということで、前年週との比率、そして前年同週との比率を計算しております。ちょうどこれ下の方も同じ条件付き書式を設定していて、0より少ないマイナスの値だったから、これは赤になってますね。三角形も下向きにちゃんとなっています。で、その次の1個右側には累計値のカードを表示します。まずはメジャーを作って、その後にビジュアルを追加していきます。売上のですね、累計値を表示するカードが作成できました。で、こちらも同じように上の方に集計値、そして参照ラベルとして2つ置いてあります。で、条件付き書式の方は下段の YOY のパーセントには設定しております。右側のスペースには2つのカードを表示したいと思っています。で、売上が前週比で増えている店舗が何店舗あるのか、それと売上が前週比対比で落ちている店舗が何店舗かあるかっていう店舗数2つ表示したいと思います。これも同様にですね、メジャーを作ってビジュアルを作る。これをですね、2回繰り返します。まずは売上が前週比でマイナスになっている店舗をカウントするカードになりました。で、次はですね、売上が前週比で増えている店舗のカウントするカードを配置していきます。作成ができました。これでレイヤー1、一番上のですね、全体を把握するのビジュアルが完成しました。では次は中段のビジュアルを整えていきます。で、中段はどの店舗を優先的に見なきゃいけないのか、フォローしなきゃいけないのかという問いに対する答えとして、ランキング形式でビジュアルを追加していきます。で、これも同様に、まずはメジャーを作って、その後にビジュアルを配置していきます。で、まず配置したのは、最新週の売上が前年割れしている店舗が何店舗あるか。このですね、上の方のカウントのですね、131の売上が落ちている店舗の情報をさらに細かくランキング形式で表示しています。で、これランキングの方で全店舗を表示するとすごい縦長のビジュアルになってしまうので、上位5件に絞っています。では、この右側の方には今度はプラスとなっている店舗の上位5件のランキングを作っていきます。で、今度はこの前年超えした店舗のランキングは並びの順番を上下入れ替えるだけだったので、今回はメジャーの追加は不要でした。では次はですね、この横棒グラフ2つの下側の領域に前年割れしている店舗の状況が継続的なのか、もしくは一時的なものなのか、前年超えした店舗の状況も同じですね。ずっと好調なのか、最近急に伸び始めたのかっていう線グラフで時系列に店舗単位で見れるように面グラフを作っていきます。面グラフを作りました。で、こちらの面グラフは基本的な取り込んだデータの年月、そして売上データそのものを X 軸と Y 軸に置くことで実装できました。で、ビジュアルは相互に作用しますので、例えば中段のですね、この前年割りしている店舗の棒グラフを1個選ぶと、他のビジュアルも同時に変わります。このですね、前年割りした店舗をクリックすると、下の面グラフはその店舗のこの時系列、過去どういう売上の推移だったかっていうのが分かります。で、右側のね、前年超えした店舗の
ビジュアル上でクリックすると下の面グラフを買ってきます。このように前年超えもしくは前年までの状況の時系列的な背景も見れるようになっています。残りのですね、この右下のスペースは、じゃあその店舗の特徴は何だろうっていうのを表示するための商品ブランド別のツリーマップと曜日別の売上の縦棒グラフを作っていきます。2つとも作成できました。店舗を選ばないと全体の売上の合計値になってるんですけど、どれか1個店舗を選ぶと相互作用によって選んだ店舗のブランド別の特徴とか、あとは選んだ店舗の曜日別の売上の推移が分かります。で、仕上げとしてそのレポートに表示している、例えば上のこのカードは最新週のどの週の値を表示しているかというのを分かりやすいように文字として表示しようと思いますので、専用のメジャーを作っていきます。右上の方に表示している最新週の情報を表示しました。で、最後にレポートを保存すればダッシュボードの完成です。では次は作ったダッシュボードを操作しながらちょっと使い勝手を確認していきましょう。まず最初に見るのは左上のカードになります。ここで今週は良かったのか悪かったのかをざっくり確認していきます。で、各数字にはですね、文脈がついてまして、この数字がいいのか悪いのかはこの下の WOW と YOY の前年同週との対比を確認して、緑なら良かった。で、赤くなってれば悪い状態というのが分かります。と、あと会計の回数も分かりますし、累計でも終えます。全体として最新週とその1個前の週を比べて好調な店舗、不調な店舗の数をざっくり見ることができます。じゃあこの中で優先的に見なきゃいけないのはどこなのかっていうのはレイヤー2のこのランキングのビジュアルでそれを確認することができます。まず左側がですね、これ落ち込んでる店舗の上位5店舗になります。前年割れしてる店舗はっていうタイトルの通りで、右側の方は好調な店舗のランキングも表示しています。この2つを見るだけで今週フォローすべき店舗はどこなのかというのはすぐわかるかなと思います。で、気になる店舗をクリックすると下段のですね、月次のトレンドがその店舗に絞り込まれます。これによってその変化が一時的なものなのか、それともトレンド的にずっと続いているものなのかが分かります。で、最後には右下のですね、店舗個別の特徴を把握するためのエリアになります。どのブランドが売上の上位を占めているのかの特徴がこのエリアで分かります。その右下の方は曜日別の売上の縦棒グラフになります。特定の曜日だけ落ち込んでいないのかとか、平日と週末の構成比がどうなっているのかを確認することができます。さあ、いかがだったでしょうか。ここまで今回のダッシュボードの設計から実装、そして使い方まで一通り紹介してきました。で、最後に作ってみて感じたことを少し話して終わろうと思います。作り終わってから感じたことなんですけれども、特徴の部分、右下の部分、このブランド別だったり曜日別のところは変動値や平均値との差が分かるような指標も一緒に表示した方が良かったなと感じました。これはですね、ちょっとした反省点なので、次に作るときはこの差分の見える化っていうのも入れていきたいなと思っております。で、メジャーに関してはだいぶ説明を省略している部分がありますけれども、作り方を丁寧に説明している他の動画もありますので、概要欄とかに載せておきますので、皆さんぜひそちらも参考にしてください。チャンネル登録はお任せしますが、ぜひ他の動画も見ていっていただけると大変嬉しいです。皆さん、パワー BI の活用を頑張っていきましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。